おはようございます。今日は貝塚と岸和田を散策しに行きます。貝塚から水間鉄道に乗り換えをします。毎度ご乗車ありがとうございます。この電車は水間観音行きワンマン運行です。次は貝塚市役所前、貝塚市役所前です。次は三松です。出口は先頭車両一番前の右側に変わります。後ろの車両のドアは開きませんのでご注意ください。車内にお忘れ物なさいませんようご注意ください。本日も水間鉄道をご利用くださいまして誠にありがとうございました。終点の水間観音駅に到着。水間鉄道線は1時間に 2,3 本の運行本数ですね。貝塚から水間観音終点へは片道300円となってます。水間観音駅の駅舎はなかなか特徴的ですね。貝塚市は泉佐野市と岸和田市の間にある市です。僕は現在ちょうど真ん中のあたりにおります。奈良の大仏を建てた行基ゆかりの地ということで、それにちなんだ観光スポットが数多くあるみたいですね。というわけで駅から歩いて水間観音へ向かいます。この辺りはなかなか風情がある街並みですね。駅から10分ほどで水間観音にやってきました。かなり立派な本堂ですね。水間観音は聖武天皇と行基にゆかりのあるお寺なんだそうです。ということはかなり歴史も古いですね。そして三重の塔まであります。こちらもかなり立派。聖観音出現の滝と書かれてます。ちょっと気になるので行ってみましょう。どうやらあれが聖観音の滝ですね。行基がこの地を訪れた際に観音様が現れたという言い伝えがあるそうです。水間観音の奥には行基堂というお堂もあります。行基堂からこちらの道を進んでいくと水間公園という場所に出るそうです。上に上がってきたらこのようになってました。このように鐘もあるので、この辺は水間らしいといえば水間らしいのかもしれません。公園内には池があります。そして橋も架けられてますね。水間観音、なかなかいいところでした。そろそろ貝塚駅の方に戻りたいと思います。13時16分発のこちらの電車で貝塚に戻ります。貝塚駅に戻ってきました。ここでランチにしたいと思います。駅のすぐそばにあるこちらのポートフォリオカフェでランチにします。さて飯食ったんで、お次は岸和田へ向かいます。
岸和田駅のお隣、多古地蔵駅からまずは岸和田城へ向かいます。かなり立派なお城ですね。お城の中ではそれほど大きくありませんが、なんというか佇まいが美しくて見事な印象です。鳥たちも優雅に泳いでおります。岸和田城、中に入ってみたいと思います。いやー、中庭結構いい感じです。枯山水が見事。こちらの中庭は国指定の名勝にもなっているみたいです。岸和田城は戦国時代に建てられたお城だそうです。現在はおそらくコンクリートで建てられているような感じがします。岸和田城3階からの景色の様子です。あちらの奥にうっすらと見えるのがおそらく淡路島だと思います。岸和田城の中は撮影禁止でしたが、岸和田の歴史にまつわる展示がたくさんありました。今回は岸和田城とだんじり会館と自然資料館の3館共通券を購入しました。これで700円なんで結構お得ですね。でしかもなんと今の時期限定で500円の商品券までいただいちゃいました。いや、これはぜひどっかで使いたいです。お城の次はだんじり会館に入ってみます。おお、これがあの有名な岸和田だんじりなんですね。高さは 4,5 メートルくらいありますね。こちらはなんと現存する最古のだんじりなんだそうです。初めて知ったんですが、町単位でこのようにだんじりがあるんですね。だんじり会館見終えたので、お次は自然史博物館に向かいます。ありました、自然資料館。こちらも中入っています。中はかなり展示品が多いです。岸和田だけじゃなくてこの辺一帯を含む大阪周辺の自然の資料館ですね。3階はなんと動物の剥製のオンパレードですね。ヒグマはもちろん大きいんですが、こうして比較するとホッキョクグマの大きさがよくわかりますね。こちらの剥製400体はなんと個人が集めてたものなんだそうです。3館共通券の見どころ全部訪れることができました。ここは本町というエリアだそうで、岸和田でも特に古い街並みが残っている場所ですね。ちなみにこちらの通りは昔の紀州街道なんだそうです。この辺で古い街並みはおそらく終わりですね。2、300メートルといったとこでしょうか。まだ時間があるので、こちらの多古地蔵天正寺も見てみたいと思います。こちら地蔵堂としては日本最大級とのことです。その昔、地蔵菩薩の化身と無数のタコが岸和田城を守ったという伝説があるそうです。それによってこちらの多古地蔵が作られたそう。住宅街にひっそり佇む立派なお寺でした。さて、のんびり岸和田駅の方へ向かいます。岸和田の市役所はかなり年季の入った建物です。祭りの時はだんじりが通る岸和田の駅前の商店街です。こちらが岸和田駅の駅舎、結構立派。今日はゆいが独尊で早めのディナーにします。富良野のカレー屋がなぜか岸和田にあります。北海道産の野菜もかな。
今日は堺に泊まる予定なので岸和田から移動します。堺駅到着。今回の動画はここまでです。